やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TRI の K1 ダイナミックドライバー、1万円以下、有名レギュラーチューニングと、最近のトレンドの3拍子を揃える一品だ。K は、低価格イヤホンでは、トリポーインミール、折りなしマイヤラ、KZ の D96S のチューニングに加わった印象が強い、HBB 視強力によるイヤホン。それを発売している TRI の方は、TRI i3 と i3 Pro や、スターシー、ミーティアなど、コスパブランドの中では高級志向、実際音も外さないブランドだな。今回紹介する KAI は、TRI らしい、質感の高い全金属製の外装に、良好なケーブルやアクセサリー類が、コンパクトにポーチに収まったパッケージで送られてくる。このポーチは、KB イヤーのダイヤモンドなどにも付属しているもので、低価格ながらしっかりとした作りのキャリングポーチまで入ってるので、アクセサリー類も充実してる部類に入るだろう。装着感も問題なし、若干横柄だけど、耳側の形状はちゃんと配慮されていて、スムーズに装着をすることができるぞ。外装はおそらく、亜鉛合金など、重量のある合金で作られていて、このせいで、耳に多少重量は感じるけど、極端に重い、というわけじゃない。また、この外装の材質は、音質の方にも影響を与えていそうだ。イヤーピースはかなり柔らかく、開口部が大きいタイプ。人によって好みが分かれそうだけど、僕は問題なく装着することができた。非常に柔らかいイヤーピースなんだけど、反発力はある程度あるので、うまく相性が合うと、刺激や圧迫が少なく、密閉が取りやすい印象だ。人によっては交換しないといけないかもしれないな。音が漏れそうな穴は、耳内側に1、上部に1の合計に、実際、本来の音が出てくるポートを塞いでも、あまり音漏れの音量は変わらなかったので、遮音と密閉を求めている人には、それほど期待通りの性能は得られないかも。ここは要注意だな。内装についても話していこうか。この K の採用しているドライバーは、10mm のダイヤモンドライクカーボン振動板、10mm でカーボン系コーティングを施された振動板を持ち、HBB が関わっている同価格帯のモデルというと、真っ先に、トリポーインのミールとオリナが浮かんでくるな。この2台も、HBB チューニングで、結構音の大枠は似ている機種。正直、レギュラーチューニングって、そのレギュラーの目指している音色にいかに近づけるか、という印象だったので、ミールオリナと大きな違いはないかなというのが聞く前のイメージだった。確かに、大枠は変わってない。しかし、軽量なアルミ系合金ハウジングを持つミール及びオリナと、重量のある金属ハウジングを採用する、このK、その響き方には大きな違い方があったし、でもって、ミールやオリナに、人によっては欠けている、と感じる部分がこのKにはある。一方で、オリナが有している魅力は、Kでは逆に引っ込んだ。どれもこれも魅力的なモデルだと思うし、ここは完全に好みになるだろう。一言で言うなら、より反応がいいのが、トリポーイン系の HBB コラボイヤホンである、ミール及びオリナ。そして、曲の中域から低域にかけて、温かみや厚みを持つイヤホンが、このKだ。この3つの要素は、同時に両立しない、正反対の好みに刺さるもの。つまり、オリナやミールにもうちょっと厚みが欲しかった人、あるいは、それを聞いたことがないけど、弾力があり、ボーカルに体温を感じるものが欲しい人は、K の方をおすすめしたくなるな。よりクラシックなジャンルとか、生演奏とか、若干古い録音なんかでは、このKの方が、特性をうまく活かせる印象がとても強かったぞ。振動板の素材から見ても、より高音域が派手になり、金属音などの主張が伸びやすい印象のある、グラフェン振動板を採用したミールが一番元気な音。反応が良く、全体に引き締まった音が出て、グラフェンより精密な音の印象を受ける、カーボンナノチューブ振動板を採用しているオリナの2機種に対し、より中低音の温かみなどが出やすい、重量のあるハウジングと、カーボンせず、ボーカルなどの表現力に秀でる、ダイヤモンドライクカーボン振動板を採用した TRI-HBB 系は、それぞれの素材のイメージから想像できる味をそのまま映し出すイヤホンたちとなっている。K の特性は、ボーカル、低音域の量感に優れ、弾力のある中低音から低音を持ち、サブベースよりもベースが目立ち、そして、高質にならない高音域、という、解像度より、音に包まれるような感覚、暖色より、ソリッド感はなし、ただし、カーボン系振動板らしい音色をかき分ける印象はある、という、かなり暖色感と温かみ、弾力のある低音域を特徴とするイヤホン、という総合印象だな。高音域が強烈ではないので、空気感や空間表現、抜けの良い音、という印象は少ない。というか、現代的中華イヤホンたちと比べると、HBB チューニングで高音域が一番強烈だったのって、KZ-D96S だった気がするな。これらの強烈なライバルの中で、明らかに最も暖色より、温かみ、音の近さ、弾力感、そういったところに優れる一台だぞ。
音色について分解してみよう。高音域は、カーボン振動板を採用している機種の中では、かなり暖かく、柔らかい。出てはいるんだけど、ピリッと刺激のある金属音なんかは感じなかった。むしろ、硬質なカーボン振動板であることを疑うくらい、高音域は柔らかいぞ。これには何度も言ってるけど、振動板だけでなく、外装の重量も影響してそう。中音域、ここが他のライバルに比べて、明らかに優位。ボーカルなどは、やはり輪郭ではなく、量感を重視したなり方。エネルギッシュな中音域から中低音域、という要素だと、最近出ているこの価格帯のコラボイヤホンの中で一番優れてそう。音の分離感や輪郭に関しては、近しいブランドだと、KB やの INK とかの方でゴリゴリに出しているので、KB や INK と比べても対照的なイヤホンと言えると思う。ちなみに、付属ケーブルの性質のせいかなと思って、JS Hi-Fi のサソリにリケーブルして試してみたんだけど、特に印象は変わらず。ただ、ケーブルもこの印象をブーストしている感があったぞ。サブベースはそれほど強烈ではなく、低音域の方が強め。特に K は、高音域、中音域ともにエネルギッシュで柔らかい音を持つので、そこから低音域にかけてに音の主軸があるように感じられたな。というわけで、K には明確なターゲットがある。一方で、オリナやミールと比べて、好みによる印象がガラッと180度変わるモデルだ。今回名前が出た、1万円周辺から下くらいの1ダイナミックドライバモデルの中で比較すると、ミールが一番元気、K が暖かく、パワフルな方にかなり寄っていて、オリナが輪郭がはっきり出る1台。でもって、解像度や感触、高質に振り切ってるのが INK だ。この価格帯の1ダイナミックドライバは本当に大量に発売されたので、どれもこれも正解を目指すと面白くないように思うんだけど、K は、ここまでに出てきた同価格帯の1ダイナミックドライバモデルの中で、明らかに別のベクトルの正解を求めて作られた1台であるように感じたな。なので、暖色、厚みのある音色、見た目が気に入ったら、HBB チューニングのイヤホンで、もうちょっと中音域あたりに厚みが出た音が出たら最高なのになぁ、とお考えの人には、K はまさしくそれらの声にマッチしたイヤホンだと言えるだろう。逆に、高音域のハキハキとしたスピード感、金属の澄んだ響き、ボーカルの歯切れの良さ、そして、サブベースのインパクトを求める人は、他の HBB イヤホンを検討するのをおすすめするな。方向性がしっかりしていて、広いターゲットに向けてしっかりと要求を満たし、それでいて、狙いやすい価格で、高級感のある外装。最近の高音がゴリゴリに出るイヤホンたちとは経路が違うものの、K のサウンドを望む人は、とても多いと思う。一方で、カーボンナノチューブと金属ハウジングから、感触傾向を期待している人には、少し違う結果をもたらすかもな。平面駆動機で言うと、シャオワー S12 や TRN キリンの感触系と、ミューズハイファイパワーや 7Hz タイムレスの暖色系の競い合いに近い差別化だな。同じ要素を投入し、近いバランスのはずなのに、好みのよってどちらが良いか、はっきりと分かれるイヤホンのうちの一つだと思う。その上で、K はやっぱり今までの HBB チューニング機同様、かなり満足度が高い。僕は感触好き傾向が強いけど、これもちゃんと聞ける一台だった。気をつけるべきは、イヤピがもしかしたら相性が合わないかもしれない点。低音域がうまく響かない場合は、イヤピのサイズを大きくして、それでもダメなら他社イヤピや移入系の上級イヤピに頼ってみよう。その価値はある一台だぞ。というわけで、K は大変面白いイヤホンだった。この価格帯の1ダイナミックドライバー、揃いやすく、豪華で、しっかりと主役になれるポテンシャルをどれも持っているので、K の音が好きそうだなこれ、と思ったら、ぜひチャレンジしてみてくれ、といった感じで今回はここまで。